留学生の増加というのは日本が国策として計画したものなんです。一つだけ出します。東京福祉大学と日本に来る留学生は多額の借金を背負ってくるパターンがあります。中学受験のリスタート、高橋です。今日はボーダーフリー大学はどうやって存続しているのか、留学生編としてやっていきたいと思います。前回の動画で大学のうち 31.1% もの大学が定員を充足していない。さらに赤字の大学が 36.3% もあるというお話をしました。これらの大学は何としてでも定員を満たし生徒数を増やしていく必要があるわけです。前回動画でこれらの大学の栄養入試はほぼ全員合格になっていて定員を何とか満たそうとしているという話を差し上げました。今回、ボーダーフリー大学の職員の方と連絡を取ることができました。職員の方とのメールの中でこういったやり取りがあったんです。そこで次に目をつけたのが外国人留学生です。日本人の高校生は記述の通り集めることができません。しかし、定員の 50% を切ってしまうと、私学振興会からの助成金が打ち切られてしまいます。したがって、大学入学後に講義がついていけるとかいけないとか関係なしに誰でも入れるということになります。大学に合格すれば日本での在留資格が得られ働くことができます。なので、向こうにブローカーらしき業者がいるようで、ボーダーフリーランク大学の足元を見て受験生を送ってきます。この外国人留学生について様々な誤解があるように思います。それを今回は晴らしていきたいと思います。最近コンビニエンスストアの店員などに外国人の人が増えたなって思いませんか？しかも名札なんかを見ると、いや、中国の人でもないなっていう人が増えているように思います。これが留学生の推移です。1990年の後半から2000年代にかけて、留学生の数がぐっと増えています。これはなぜなのか。実は、留学生10万人計画というのが存在しました。中曽根さんが首相の時に作られた計画です。21世紀初頭における10万人の留学生の受け入れを目指す計画っていう名前になっていました。なぜこのような計画が作られたのか。これは1980年頃、様々な国にどれぐらい留学生がいるのかっていう数字です。アメリカに留学している人が30万人を超えています。フランスで10万人を超えています。では、日本ではどうだったのか。なんと、わずか8000人しか日本に留学生は来ていなかったんです。そこで、諸外国並みの留学生を増やそう。国際的に貢献できる国になっていこうというのがこの10万人計画の骨子です。なぜかフランスを目標にしてこの10万人という数字が作られたようです。この計画通り2000年代初頭に10万人を超えてしばらくそのあたりの数字で推移しています。この後留学生の数はどうなったのか。実は最近また急増しているわけです。この理由は何か。今度は留学生30万人計画というのがあります。これは福田さんが首相だった時に作られた計画です。なぜまた留学生を増やすことになったのか。これは今度はこういうことなんです。2020年を目安に留学生の受け入れ30万人を目指す。その際、高度な人材の受け入れ、ここを連携させながら優秀な留学生を戦略的に獲得していくとあります。さらにこんなものもあります。30万人計画の骨子の考え方というものがあります。我が国の経済活動の担い手として労働市場に優秀な人材を確保する。この背景に何があったのか。実はこの時代、中国、インドの都市部の所得が急増しました。それに伴って中国人、インド人の海外への留学が急増したんです。そこで優秀な中国、インドの学生が欧米に流れるっていう懸念があったわけです。特に漢字圏、中国の優秀な生徒を少しでも確保したい。日本で働いてほしいっていうのがこの背景としてあったわけです。一旦まとめておきます。留学生について少し誤解している人がいます。留学生は日本で働こうと思って大量に押し寄せているのを日本の政府が止めているっていう印象を持っている人がいます。違うんです。留学生の増加というのは日本が国策として計画したものなんです。10万人計画の時は諸外国並みの留学者数が欲しかった。
30万人計画では優秀な学生、労働者の確保が目的だったわけです。さあでは、それらの目的は果たせたんでしょうか？これが2008年で日本にどの国から留学者数がどれぐらい来てるかっていう数字です。トップは中国7万2000人、2位が韓国1万8000人というふうに並んでいます。これが2019年どうなったのか。こう入れ替わりました。やはりトップは中国12万人の方が来ています。2位がベトナム、3位がネパールというように変わりました。さあ、この計画どうなったのか。中国からの留学者数は 1.7 倍に増えています。ただし、中国から諸外国に留学する人数というのはこの間に急増しています。2008年では中国からの留学者総数は18万人。2019年では70万人にまで増加しています。つまり、中国からの留学者数に対する日本に来る割合というのは逆に下がっているわけです。インドからの留学者数は 3.44 倍になりました。ただし、もともとインドからの留学生は非常に少ないんです。2019年でわずか1800人しか来ていません。インドの高学歴層は英語が堪能です。なので、日本に来るのではなく、オーストラリアであるとか、英国であるとか、そういう英語圏の留学者数がほとんどなんです。韓国 0.97 倍、台湾 1.89 倍ということで、特に中国、韓国、台湾など漢字を使う国からの留学者というのはそれほど増えてないんです。では、どこが増えたのか。ミャンマー 5.8 倍、スリランカ 6.6 倍、ネパール 17.8 倍、ベトナムに至っては 25.5 倍まで増加しました。つまり、漢字圏ではないアジアの国からの留学者数が急増しているわけです。なぜこういうことになったのか。一つの原因は経済的な理由があります。一人当たりの GDP の推移です。青がアメリカ、オレンジが日本です。2000年から2020年にかけて、日本は暗黒の20年、デフレが続き、所得もほとんど増えていません。なので、一人当たりの GDP はほぼ一定です。それに対してアメリカは成長を続けています。今、一人当たりの GDP は日本の約 1.5 倍アメリカは持っています。つまり、アメリカでは生活費が非常に高くなっているわけです。それに対して、これは同じ一人当たりの GDP、緑が中国、オレンジがベトナムです。どちらの国も一人当たりの GDP は急増しています。3倍以上に増えています。ただし、中国では今一人当たりの GDP は1万ドルを超えています。さらに中国は都市部と農村部の格差がひどいので、都市部の人たちの収入は非常に今上がっているわけです。それに対してベトナムは確かに上昇はしたけれども、まだまだ所得の水準は低い状態。つまり中国の富裕層は日本を飛び越えて欧米にほとんど留学する状態になっています。北京大学などでは4人に3人が欧米に留学するというのが普通になっているそうです。なのでオーストラリア、英国、アメリカでの留学者数が増えています。それに対してベトナムから欧米に留学するのはまだまだ難しい。ただ、日本ならまだ可能だっていうふうに見なされているわけです。さあ、そこで各大学にどれぐらい留学者数がいるのかっていうのを見てみます。例えば、東京大学、留学者数の割合は 2% ぐらい。京都大学で 2.9%、これぐらいの数字です。ただ、文系の大学になると留学者は増えていきます。一橋で 4.9%。さらに、外大などではこれぐらいの数字、5% を超えてきます。さらに、国際キリスト教大学などでは 8.8%。だいたい100人のうち8人から9人留学生がいるという国際色豊かなキャンパスになっているわけです。ただし、これよりももっと実は留学者数の多い学校があります。留学生割合、ベスト10です。10位から開けていきます。38%、40%。実に学内の半分近くが留学生になっています。さらにベスト5。ここに来ると 50% を超えてきます。さらにベスト1、ベスト2です。80%、91%。ここまで来ると、あれおかしいなって思いますよね。これ何が起きてるのか。
大学名は今隠しています。一つだけ出します。東京福祉大学という大学が入っています。この学校、ニュースになったの覚えていませんか？昨年の6月、日本経済新聞の記事です。留学生1600人が行方不明になっている。東京福祉大学に受け入れ停止の指導っていう記事が流れました。こういう記事です。さあ、ただ、この見出しを見たときに、こう思った人いませんか？留学生に偽装して働くために来た人たちが逃げたんだなと。そういう印象を抱きますよね。そして、この文章を読んでも、今一つこの辺の事情がわからないと思うんです。どういった事情があったのか。実は、日本の大学へ留学する方法は大きく分けて3つあるみたいです。一つは、現地で日本の大学の留学生試験を受ける。もしくは、日本へ来て直接大学で留学生試験を受けるという方法があります。ただし、これは、日本語能力試験 N2 程度の日本語力が必要とされています。この日本語能力試験というのは、英検の日本語版だと思ってください。つまり、英検2級程度の力がないと、そもそも受験はできないっていう形になっています。実際に N2 の試験内容を見てみます。こんな問題。率直という言葉を正しく使っているのはどれですか？あの人は率直に仕事をしているので評判が良い。この申込書にはあなたの住所を率直に書いてください。などっていう問題が並んでいます。正解は3だと思うんですが、これ率直に言ってまあまあ難しいと思いませんか？長文の問題はこの問題文を読んで問いに答える必要があります。さっきの2つの方法を取るには、母国でこれが合格できる力をつけないとそもそも受験ができない仕組みになっているわけです。これはさすがにハードルが高いというので、3つ目の方法があります。これは、日本へ来て日本語学校、もしくは大学の留学生別科というところで2年間日本語をまず勉強してくださいと。でその後大学を受験するという方法があります。この方法なら、N5 の試験に合格するか、もしくは母国で150時間の日本語学習を受けたという証明があれば来ることができます。かなりハードルが下がるわけです。ただし、この方法、欠点があります。大学に合格しなかったらそのまま帰国するしかありません。さすがにそれは厳しいだろうというので、こういう抜け道があります。学部研究生としてさらに1年間日本語を学んで再受験という方法があります。この日本語を勉強するための留学生別科であるとか、大学に合格しなかった時の学部研究生というのを、この東京福祉大学は大量に受け入れをしてたわけです。ただし、その受け入れをした学生に対してまともに日本語の勉強をさせなかった。もしくは出席の管理をしてなかった。っていうことで、こういう事態になったわけです。よく留学生は日本に働きに来てるんだよねっておっしゃる方いらっしゃいます。日本で働いてそのお金を母国に送るのが目的なんだと。だから勉強なんか目的じゃないんだよって思ってる人がいます。それは大きな間違いです。実は留学生ビザでは週28時間までしか働けません。なので、留学生を仕事として雇う場合は、この28時間を超えないように管理しなければいけません。今、この基準を超えると強制送還が行われています。日本の学生支援機構などもこのようなことを言っています。アルバイトで全ての学費や生活費をカバーすることはできませんと。アルバイトに頼らないような資金計画をしましょう。もしくは、アルバイトなどのために学校の出席率が足らなくなって帰国してしまう留学生が出ている。気をつけてください。さらに、こんな注意書きもあります。日本留学中にお金が稼げるという斡旋業者には要注意。お金が稼げる。仕送りはできる。これはできませんっていう警告があるわけです。実は日本に来る留学生は多額の借金を背負ってくるパターンがあります。まず、斡旋業者に数十万円単位で手数料を支払っているわけです。これは単に斡旋だけではなくて、先にあった150時間の日本語学習、この証明書がいるんですが、これを偽造したりするのに払うお金もあるようです。さらに、日本語学校に入学するんですが、これに100万円程度のお金がかかってきます。
さらに大学に合格したとして当たり前ですが大学の入学金、学費がかかります。この上に日本での生活費もかかるわけです。これを28時間のアルバイトで賄えるのかっていう話なんです。自分に置き換えて考えてみてください。東京、大阪で一人暮らしをしながら大学に通う。生活費と学費をすべて自分で賄う。週28時間のアルバイトで賄う。不可能じゃないですか。そしてさらに、この留学生30万人計画の骨子というのは、日本での人材確保なんです。つまり、大学を日本で卒業した留学生たちは日本で働いてほしいっていう意味があったわけです。さあ、留学生が日本で就職を希望したとしましょう。実際に日本で就職を希望する留学生が 65% 程度いるようです。さらに、留学生の中で最多の中国からの留学生っていうのは、実は今、中国が発展しているので、80% の生徒は本国に帰っての就職です。なので、この 65% の就職希望のほとんどは、中国ではないアジア諸国からの留学生かと思われます。では、その就職率は、実はわずか 35% です。つまり、この 65% の生徒のうち約半分は就職できないわけです。これおかしくないですか？そもそも日本で就職してもらうのが目的だったんですよね。さらに、この就職できなかった留学生、過酷です。日本人だと何年でも就職活動できますよね。この留学生、1年だけで特定活動という形で在留して就職活動ができます。でも、1年以内に就職が決まらなければ帰国ということになります。さらにこの1年間の間も週28時間までしか働くことはできません。さあ、ではまとめます。30万人計画。優秀な人材を確保するのが目的でしたが、それは叶いませんでした。さらに大問題はこれです。日本に来ている留学生のほとんどは、実はお金を稼いで本国にお金を送っているわけではないんです。日本で生活していくだけで精一杯、経済的に大きな負担を強いられながら、さらに将来が見通せない。就職はどうなるのか、大きな不安を抱えながら暮らしている留学生が多数存在するということになっています。実は30万人計画の骨子、続きがあるんです。優秀な人材を確保の後にこんな風に続きます。発展途上国出身の学生を受け入れ、高等教育を受ける機会を提供し、人材育成を通じた国際貢献をする。週28時間、低賃金な職場で使った挙句、ボーダーフリー大学での学習。これがこれに当たるんでしょうか。我が国と諸外国との間の人的ネットワークを形成し、相互理解と友好関係が深まる。今の体制の留学生で本当に相互理解、友好関係が築けるのでしょうか。さらに、日本の魅力の言及、我が国の理解者、支援者。今の体制の留学生がとても理解者、支援者になるようには思えないです。今回私が思ったことが2点あります。留学生を集めてくるブローカー、それに続く日本語学校、さらにボーダーフリーの大学、留学生が働くアルバイト先。これら、それぞれ少しずつ悪いことをしているなっていう意識はあるかもしれません。留学生にあることないことを吹き込んで、その気にさせて手数料を分取るブローカー。留学生の増加によって活況を呈している日本語学校。定員を満たすために留学生を大量に入学させるボーダーフリーの大学。低賃金で人手不足のところを留学生で埋めようとするアルバイト先の企業たち。ただ、その小さな悪が留学生の上にドンと乗っているわけです。なぜこんなことが起こるのか。やはりアジアの人たちを軽く見る見方、つまり差別的な見方が根底にあるように私は思います。さらにもう一点、非常に曖昧で場当たり的な我が国の留学生に対する政策です。例えばアメリカ。アメリカの留学生は実は働くことができません。勉強に専念するのが前提なんです。対照的なのがオーストラリア。オーストラリアでは週20時間まで留学生のビザで働くことができます。ただしこの場合は留学生を地域全体で受け入れる。つまり差別的な見方が生じないような配慮がなされている。そこでオーストラリアは非常に留学先として人気があるわけです。それに対して日本、各業界の要請に従って非常に曖昧な形の留学生政策が行われているように思います。
さらに、例えば入管の基準がいきなり厳しくなったり緩まったり、非常に予測のできない場当たり的な政策が留学生たちに大きな負担を強いているわけです。これらの政策、そろそろしっかり見直すべきなのではないでしょうか。では今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。